どうも。制作担当の柚木ゆかりです。サポーターで、主役の鶴巻まきだよ。さて、今回もデアゴスティーニから刊行されている作って集めてスヌーピー&フレンズを作っていくわけですが、今回は2号ですね。前回は、創刊号でソファーを作ったり、額縁にシールを貼って、絵画を作ったりしたね。それで、前回はちょっとケツカッチンだったから言えなかったことを、先に言ってから2号を作っていこうか。このシリーズに限らず、こういうマガジン系のものは、1話1号という感じでやっていくよ。1号ずつの作業量は少ないから、まとめてやってもいい気がしますけどね。そうなんだけど、週刊で刊行されてるし、何よりも1本の動画を短くしたいんだよね。動画は、短い方が見やすいって、人も多いし YouTube では、このチャンネルの動画は最低でも英語とドイツ語の字幕をつけるようにしてるんだけど、その作業量が減るんだよね。作業を外注してもいいんだけど、今のところそこまでじゃないし自分がわかる言語ぐらいは、自分でやろうと思ってるから、この方が楽なんだよね。あと、今後他のマガジンもやってくというか、すでに結構な数が届いてるからできる限り、1週間に複数の動画を出したいってのもあるからね。そんなわけで1話1話は少し物足りないかもですが、いろいろなマガジンをやってくので、合わせてそちらも楽しんでもらえたら嬉しいです。さて、いつまでも堅苦しい話も、あれ何でそろそろ開封してみましょうか。今回は、ソファーの座面とジオラマの床になるパーツ、他にはサイドテーブルのパーツに、チャーリー・ブラウンとサリーのフィギュアが入ってましたね。ここで前回の訂正なんだけど、前回、チャーリー・ブラウンって言ってた、フィギュアはライナスだったよ。最近はスヌーピーを見てなかったので、勘違いしてしまいました。前回は、編集中に、冊子が手元になかったんだけど、今はあるから今後は見ながら編集するよ。さて、話してるうちに、まずはソファーのテーブルができましたね。この上に、2つにクッションを置いて、ソファー本体は完成となるみたいだね。このソファーのテーブルとクッションは、そこに蓋をするみたいですが、これははめるだけみたいですね。まあ、クッション単体で動かすこともないだろうし、とりあえず抜けない程度にはまってれば、いいって感じじゃないかな。クッションが入ると、いかにもソファーって感じになりますね。残りのクッションも作って、ソファーを完成させてしまおう。このクッションの底の部分も結構硬いので、力を入れて押し込まないといけないですね。息子も、ソファーの完成が気になってるみたいだね。これで創刊号から始まったソファー制作は完了ですね。息子のチャックが入ってますが、せっかくですから付属してきたフィギュアを乗せてみましょうか。クッションが完成したので、フィギュアを置いてもバランスがいい感じになりましたね。ここからしばらく息子のチェックが続いたからカットだよ。さて、お次はサイドテーブルの製作ですね。サイドテーブルは、まずはテーブルとなる四角のパーツをくっつけるんだけど、4箇所の突起に瞬間接着剤を塗ってから取り付けるみたいだね。突起が小さいから、こんな感じで爪楊枝なんかに瞬間接着剤をつけてから塗るといいだろうね。パーツが小さいので、瞬間接着剤をつけるのはカメラの外でさせてもらいますね。そう言ってたけど、なんとかカメラの視界に収まってるね。あと、この付属してきた瞬間接着剤なんだけど、キャップの部分がしっかり閉まってないと隙間から漏れてくるから要注意だよ。実は、この後別のシリーズの創刊号に、この余った瞬間接着剤を使用したんだけど、その時の漏れて手について、それに気づかないで、パーツに触れた結果創刊号を再注文する羽目になって、まだ来ないから動画化できてないっていうね。どうも、作業前に、中蓋の確認で一度開封した時に、ちゃんと締め直したんだけど、足りなかったのか作業中に緩んできてたみたいだね。あくまでも個人的な意見だけど、瞬間接着剤は、固めのボトルに入ってる、アロンアルファが使いやすい気がするね。なら、今後はアロンアルファを使っていきましょうか。っていうか、瞬間接着剤もそうですがドライバーとかが付属してるのにびっくりですよ。ドライバーの飽和コメントでもあったね。瞬間接着剤は珍しいけど、ドライバーは大体のマガジンで付属してくるね。こういうマガジンに使われてるネジって、普通のドライバーセットとかに入ってるのだと無理で、精密ドライバーセットなんかに入ってるビットじゃないと合わないことが、ほとんどなんだよね。今や、ドライバーセットすら持ってない、家も増えてるらしいから、そういう人にも作ってもらえるように付属してるんだろうね。瞬間接着剤なら、コンビニでも買えますが、精密ドライバーとなると、ホームセンターやネットショップになりますし、普段ドライバーを使わない人には、どれがいいとかもわかりませんしね。
さて、話してる間にテーブル部分は接着ができたので、今度はテーブルに足をつけていきましょうか。この足も瞬間接着剤で固定するんだけど、足はテーブル側が長方形の突起、床側が丸い突起だから間違えないようにね。同じ作業が続くので、早送りしますね。足の突起が少しわかりにくいですが間違えないようにしないとですね。これ、床の方も突起を床に差し込んで固定するみたいだから間違えると、きちんと固定できないからね。確か、各ジオラマが表と裏で別々のシーンになっていて、取り出して別の反転することで、別のジオラマを展示できる構造でしたね。ボックスを取り出して反転することがある以上、各パーツは固定されてないといけないから、このサイドテーブルも床に差し込んで固定するみたいだね。さて、サイドテーブル自体はまだやることがあるみたいですが、とりあえず2号でできるのはここまでみたいですね。じゃあ、今回最後の工程に行ってみようか。これは今回付属してきたジオラマの床となる部分ですね。手前側がソファーやサイドテーブルを設置するジオラマエリアで、奥側が別のジオラマのエリアだね。まず、この床の手前側の差し込み口に瞬間接着剤を流し込むよ。この真ん中付近の差し込み口の手前側ですね。ここにはそれぞれ壁ができて、その壁を真ん中にある赤いパーツが支える構造になるみたいだね。ここで反対側のジオラマとを壁で区切るわけですね。というわけで、瞬間接着剤の塗布が終わったら、相関号に付属していた壁をここに取り付けていくよ。この壁ですね。しかし、壁という言葉を発するたびに、マキさんを恨めしく思うのはなんでなんでしょうね。そっちの壁じゃないから大丈夫だよ。さて、何か引っかるというか、逆に引っかかるものがないというか、そんな複雑な気持ちを抱えながらも、壁の設置ができました。お次は、こちらも相関号で作った絵画を壁に取り付けていくよ。改めて、壁に穴がたくさん開いてるところを見ると、まだまだ絵画などを設置できるみたいですね。とりあえず、今回はこの絵画の裏から、瞬間接着剤を塗布して固定してしまおうか。ちょっと接着剤が垂れちゃいましたが、完成したら見えないところなのでよしとしましょう。さて、今回の作業はここまでなので、すべて並べてどんな感じになったか見てみましょうか。ちなみに、この時点では、ソファーとサイドテーブルは、まだ固定していないよ。特に、サイドテーブルに関しては固定しないでって書かれてましたね。まだまだ、背景が寂しい感じですが、雰囲気が出てきましたね。これから、このジオラマがどうなるか、楽しみなところだけど次回は、このジオラマから離れて、別のジオラマの制作を開始するみたいだから、よかったらまた見てほしいな。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。